それでは始めたいと思います。京都大学オンライン公開講義、立ち止まって考えるですね。災害の環境史を担当している瀬戸口です。今日は2回目の、講義ということで、進めていきたいと思います。前回いろいろコメント、質問いただいてどうもありがとうございました。すべてに答えることはできなかったんですけれども、今日も全部には答えられないと思いますけれども、後で見て、いろいろ考えたりですね、次の授業に生かしたりと、そういったことも、できてですね、すごくありがたいので、今日もぜひ、いろいろコメントいただければと思います。それでは始めたいスライドの方を進めていきたいと思います。はい。まず前回お話ししたことをちょっとまとめて、振り返ってみたいと思います。で、この授業、災害の環境史というテーマでお話していますけれども、現在、大変なことになっているコロナ禍というものを、これ疫病ですけれども、一つの災害として考えてみようということですね。で、それでその他の、歴史上重要なですね、これまでの災害と、比較して、現在を理解してみよう、理解を深めてみようと。それがこの授業の主眼です。で、前回は病気の環境史というものから、現在のコロナ禍を見直してみるということをやりました。で、そこから言えることは、これ前回お見せしたスライドですけれども、最後のところでまとめのところで、お示ししたスライドですが、災害というのはですね、外部の自然から突然やってくるものではなくて、人間のあり方、自然の中の人のあり方、そこから生まれ出てくるものなんだと。そういったことをお話ししました。病気の歴史というものを見てみると、人間の集団が非常に大きくなってきたこと、それが出発点にあるということですね。で、さらに現在の新興感染症の勃興というのは、20世紀半ば以降の高速度社会の普及というものが非常に大きなインパクトを与えているということをお話ししました。で、さらに後半お話したこともまた重要だと思うんですけれども、今コロナ禍で行われていることというのは、これまでの病気の歴史から見ると、すごく新しいことをやっているように思えるということです。で、それは病気の伝播をですね、シミュレーションして、実際の災害が起こるよりも前にですね、実際にたくさんの死者が出る前に対応していくと。つまり未来が現在に投げ込まれているというところが、すごく新しい。このためには、モデリングの科学技術というものが必要で、それが感染症に対しては、実際に、大きな政策として進められているのは多分初めてのことで、それが非常に新しいんだということをお話ししました。で、この2つを踏まえた上で、これまでの災害の歴史と比較して考えていこうというのが、今日の授業ということになります。で、今日はですね、第2回として、3.11 について考えてみたいと思います。で、2011年に起こった大きな災害ですけれども、私の専門科学史なんですけれども、科学技術の歴史を研究している者にとっては、3.11 というのは非常に大きな衝撃でした。で、特に原発事故という、大きな科学技術による災害が引き起こされたということが、大きなインパクトを持っていたわけです。で、私自身もですね、その後ずっと、3.11 について考えてきました。で、2013年、2年後には、3.11 を考え直すというような、そういった論文も書いてですね、ずっと、この問題について考えてきたわけです。で、今回ですね、この講義にですね、このテーマを入れるのはちょっと、辛いことではありましたけれども、もう一度思い出してですね、で、皆さんにお伝えすると。で、皆さんの中にも非常に大きな被害を受けたという方もいらっしゃると思うので、そういったことを考えるとですね、なかなか、辛い準備でしたけれども、
これは絶対に入れなきゃいけない話題であると。私にとってはですね、3.11 によって私の科学技術の見方とかですね、自然と人間との関係の見方というものが大きく転換してしまったので、このテーマは絶対に入れざるを得ないということで、今回2回目の話題として持ってくることになりました。3.11 に比べれば、現在のコロナ禍などはですね、私にとってはそれほど大きい衝撃ではなくて、3.11 の時に考え直した科学技術の見方というもので、現在の問題も考えられるだろうと。3.11 の延長線上で、コロナ禍というものも理解できるだろうというふうに考えているので、本当にその2011年の時の衝撃が大きかったというふうに、それで、今回このテーマでお話したいと思っています。で、まず最初にですね、実際の、議論に入っていく前に、大まかな比較として、何が似ているのかということをお話しておきたいと思います。先ほど、前回の授業を振り返って、コロナ禍について考えてみると2つの点が重要だというお話をしました。1つ目は、コロナ禍というのはウイルスという自然によって引き起こされた、出発点はそうなんだけれども、重要なのは、人間の在り方、自然の中での人間の在り方が、現在の大流行を引き起こしているという、そういった側面が重要なんだということをお話ししました。で、実は 3.11 も同じところがあって、最初の出発点は、自然によって引き起こされた非常に大きな災害だったわけです。巨大地震と津波というものが最初の、きっかけなわけですけれども、その後は人間集団、人の人工物ですね、人間が作った技術によって引き起こされた、災害というところが非常に大きな焦点になっていきます。で、それは原発事故ですね。で、これはコロナ禍を引き起こしている、高速度社会とも、直接につながってくるものです。現代社会というのは大量のエネルギーを使って人が移動する社会であって、原発のような巨大技術というものを必要としている社会なわけです。で、地震津波が原因で、原発が破壊されたことによって、放射性物質が自然界に大量に放散されてしまったということが、最終的な災害を引き起こしてしまうと。そういった特徴を持っているのが 3.11 だったわけです。で、以上のように、自然と人間、両方が非常に重要な役割を果たしているという点で、コロナ禍も 3.11 も共通の、特徴を持っています。で、それが第1点ですね。で、第2点が、先ほどお話した2つ目の特徴、モニタリングやシミュレーションというものが非常に重要な役割を果たしているということです。で、3.11 の時のことを思い出していただきたいんですけれども、放射性物質がですね、どれぐらい、今、放射線を出しているのかということがですね、常にモニタリングされていて、で、これは毎日報道されていました。で、今コロナ禍で感染者数が毎日報道されているようにですね、この地域ではどれだけの放射線が出ていますということが報道されて、で、それに一喜一憂しているというのが、2011年の状態だったわけです。で、これは3.11 の直後にですね、飛行機がバーッと原発の周囲を飛んで、モニタリングした時の結果ですけれども、この後ずっとモニタリングの体制というのは続いています。実はその以前からモニタリングの体制はあるわけですけれども、3.11 によってさらに強化されたものが、原発の周囲だけではなくてですね、人が住んでいるところ全体、日本全土に、拡充されて、現在も続いているという状態があります。で、それが一つですね。で、もう一つは、日常世界が一変してしまったということです。で、これは現在の緊急事態とは比較にならないぐらい、深刻な事態と言ってもいいかもしれません。完全に人がいない地域というものが生まれてしまったと
いうことですね。そこでは日常生活が繰り広げられていたわけですけれども、人がいなくなったことによって日常の風景というものが完全に失われてしまいます。で、こういった、科学技術によって日常世界が奪われてしまうと。それは避けざるを得ない、帰結としてですね、リスクがあるから、これから非常に大きな被害が出てくる可能性があるから、だからこそ日常を奪わなければならないという、そういった事態が生まれてきたわけです。で、今日のお話ではですね、この2つ目の科学技術が、災害において果たしている役割というものについて考えていきたいと思います。で、こういった流れで今日はお話していきたいと思います。で、まず 3.11 を振り返って、もう一度思い出すということをやってですね。で、その後、科学技術が、どういうふうに、現在の災害を作っているのかと。2つの側面があると思いますけれども、未来の災害が組み込まれているということと、過去の災害について、現在の対応に生かしていると。そういった2つの側面について見ていきたいと思います。はい。それではまず、もう一度 3.11 あの日のことを振り返ってみようということです。はい。これ作成していてですね、すごく辛い作業でしたけれども、NHK で当時のニュースがまとめているサイトなどもあってですね、そこをもう一度見て、何が起こったのかということを、振り返ってみました。午後2時、46分に地震が発生して、緊急地震速報が発信されます。で、そのすぐ後に、地震の震動が到達してくるわけです。で、その後大津波警報なども発令されて、そういったですね、これから大きな被害があるだろうということが予測されたわけですね。で、その10分後ぐらいから次々と津波が到達してきます。で、その中の一つが、福島原発まで到達して、全電源が喪失します。停電になったというだけではなくて、非常用の電源なども全て流されてしまって、原発にですね、電気を供給することができなくなってしまうと。で、それが大きな、事故につながっていくわけです。で、この全電源喪失というのはですね、原発にとっては絶対にあってはならない出来事なので、緊急事態宣言というものが、これ法令に従って発生されます。で、それに基づいてですね、住民に避難指示が出されるということになります。で、翌日は、津波の被害に対する対応なども進められながらですね、福島第一、第二原発両方について、非常に大変な事態になっていきます。で、午後になるとですね、放射性物質が検出されて、この時点でメルトダウンが起こっているわけですけれども、その可能性が、指摘されるようになります。で、ニュースを見ている人にとっては非常に大きな衝撃だったのは爆発が起こったということで、水素爆発というものが起こって、それ、原発の外壁ですけれども、建屋全体が崩れてしまいます。で、原子炉自体は、格納容器自体は、保持されてですね、中の放射性物質が全部出るということはなかったわけですけれども、その爆発を防ぐためにベントという作業を行って、意図的に、中の水蒸気を抜くということをやったので、それでまた放射性物質がバッと拡散したということがあります。で、それに従って、原発の周囲の住民に対してですね、避難指示が出されていきます。で、対象になったのは21万人の住民ですね。で、彼らが、住んでるところを追われたわけです。で、東京などもその間非常に大変なことになったのは、計画停電というような
こともあってですね、本当に緊急事態であるという状態が、3月中ぐらいずっと続いたわけです。で、この時によく言われたのが、今日タイトルにも入れた、想定外という言葉でした。で、今回ちょっと3.11 の時の、新聞記事などもざっと見直してみたんですけれども、想定外という言葉はですね、すぐに使われています。3月12日の朝刊から使われています。ですから、これが驚くべき災害だったということは間違いありません。ただ2つの意味で使われていて、これ全然違う意味として使われています。一つ目は、こんな自然災害が起こるのは想定外だったということが言われていて、これ巨大地震ですね。で、これ歴史上、少なくとも、この1000年ぐらいは起こったことのない規模の地震で、30メートル級の津波というですね、ほとんど伝承としても伝わっていないようなですね、そういった規模の津波が来たわけです。これが想定外だったということが言われていました。で、2つ目の想定外がもっと強くその後言われるようになる意味合いですけれども、こんな原発事故が起こるなんて想定していなかったということです。もっと正確に言うと、このような事故につながるような原因を想定していなかった。つまり全電源喪失というような事態は想定していなかったということが言われます。で、この時の事故のプロセスを見てみると、電源が失われたわけですね。で、すると原子炉を冷却することは不可能になります。で、原子炉というのは、核分裂反応のエネルギーを取ってきて、それで水を沸かして、その蒸気を使って、タービン回して電気を起こすと、そういった技術ですけれども、急にその原子炉を止めることができないわけです。つまり、ずっと、高温状態にあるので、冷却し続けないと、その、炉心が溶け始めてしまうと。そういった問題が起こります。ですから、地震などで、原子炉を停止させるときには、電源を使ってですね、常に原子炉を冷却させなければいけません。で、もし電源がなくなったとしても、その電気を使わない方法で、炉心を冷やすですね、そういった技術があります。で、これがもしできなかったとすると、炉心が溶け始めます。で、炉心が溶けると、その核燃料がですね、塊になってくるので、ますます活発に核分裂が起こるようになって、ひどい場合には爆発してしまうというようなですね、原爆と近いような状況になってしまうと。そういったことが、あるわけです。で、最終的な爆発にまでは至らなかったわけですけれども、その直前のメルトダウンまで起こってしまったというのが、福島の原発事故でした。で、このような事故のプロセス自体は、これはずっと指摘されていたことです。原発の問題が議論されるときにですね。こういったことが起こったらどうするんだと。どういうふうに対応するんだと。で、対応できないじゃないかと。最終的にはメルトダウンになって爆発するしかないじゃないかと。そういったことはずっと言われてきたので、だからこそこの一番最初の冷却できないということが起こらないように、何重にもですね、技術的な防護をですね、進めていたと。電源に対しても非常用電源というのが、何重にも加えられていたし、電源を失っても冷却できるような技術システムというものがあったと。だから、これ全部なくなったような事態というのは想定しなくてもいいんだというふうにですね、原子炉関係者は言っていたわけですね。そういった意味での想定外です。こういうことはあり得るということは指摘されていたんだけれども、絶対にあってはならないことなので、何重にもですね、予防して、その上で想定外だというふうに、この時原発関係者たちは言ったわけです。で、彼らのイメージでは、こういった事故はですね、突然来たものだと。全然考えていなかったものが突然牙を向いて、このような事態に陥ってしまったと。津波のような突然来襲したものによって、原発が突然こういった事故に陥ってしまったと。そういうふうに、こういったイメージでですね、想定外という言葉が使われました。ただ、今日の話はですね、
想定されていた想定外という、そういったタイトルにしました。で、これからお話しすることは、想定外の事態、こういった事態がですね、3.11 以前にも、予想されていたんだとかですね、3.11以前にも考えるべきだったんだと。そういったことを言いたいわけではありません。もちろんそういうこともあるかもしれませんけれども、ここで考えたいのはですね、想定外だと、ここで言われていたような事態についても、科学技術システムの中には、ある程度の準備というものがあって、全く新しい事態ではないということです。で、そういった、それまで整備されている準備を総動員して対応していくというのが、災害の時に動いていく科学技術システムなんだと。そういったことを考えていきたいと思います。で、そのようなシステムとして、2つのものがあると思います。で、1つ目が、これから何が起こるのかということを、シミュレーションして、で、現在の中にフィードバックしていくという、そういうシステムです。で、このような原発事故というのは絶対に起こらないんだというふうに、それまでは言われていました。けれども、こういった時にどうするんだというシステムがですね、すでに 3.11 の前から実は整備されています。で、それがスピーディーというものです。で、これは放射性物質がバーッと原発から出たときに、その拡散する範囲をですね、予測して、シミュレーションで示していくという、そういうシステムです。で、これは1979年にアメリカのスリーマイル島原発事故というものが起こって、やはり同じようにですね、メルトダウンが起こって放射性物質が出るという、そういった事故がありました。で、それを踏まえて、日本で開発されていた技術です。で、原発関係者はですね、日本の原発関係者では安全神話というのがあったので、こういうのは絶対に起こらないんだと言われていたんですけれども、それにもかかわらず、こういう技術はすでに整備されていました。で、3.11 の時には、その事故が起こったその日からですね、ずっと計算が行われていて、関係者の間では資料として使われていたわけですけれども、それはずっと公表されなかったと。で、それすごい批判されたということを覚えておられる方もいると思います。で、これ公表されなかった理由としてはですね、入力がなかったということがあります。モニタリングというのがですね、破壊されていた。津波とか地震によって、計測するシステムというものが十分でなかったので、入力のところは不十分で、だから出てくる結果もですね、どれくらい信頼できるかということが評価できない状態でした。ですから後から見ると、実際の放射性物質の拡散と非常に似てるシミュレーションがいくつかあったので、なぜ出さなかったんだということはすごい批判されるようになったんですけれども、その時点ではこれ出すべきか出すべきでないかということは、すごい判断が分かれるところだったわけです。で、これはですね、事故の時には、これなんで出さないんだということがですね、すごい叩かれたわけですけれども、けど私がもっと衝撃だったのはですね、そもそもこういうものがあるということ自体が衝撃ですね。絶対これ起こらないような事故だと言われていたのに、こういったものが準備されていて、事故が起こった時どれくらい放射性物質が拡散するのかということがもうあらかじめ予測できるようになっていると。そういったことが非常に衝撃だったわけです。で、このような技術システムの一つのモデルになっているのは気象学ですね。ここで大気拡散のシミュレーションというものが使われているように、これ原発と気象学とのコラボレーションで作られたシステムです。で、このような予測システムが一番発達しているのが、気象学をはじめとする地球科学ですね。前回感染症のお話をしましたけれども、感染症はすごくモデルは発達してるんだけど、実際に現場に投入されるのは今回ほとんど初めてというぐらいですね。そんなに現場と理論との間の往復はそんな進められていないというのが感染症の状況ですけれども、地球科学の場合にはモニタリングもすごく整備されているし、シミュレーションから現実社会にフィードバックしていくというシステムももう完全に確立しています。で、その最も進んでいるものが、大気を
モニタリングするシステムですけれども、もともとはこれ単に観測するだけだったわけですね。温度を計測していくとか、気圧を計測していくと。そういった気象観測というものは、18世紀から進められているし、非常に広く行われていました。で、そこで出てきた結果を集計してですね、各地で取られたものを、一箇所に集約して、それをもとに次の、大気の状態を予測していくということが、20世紀に、これ、19世紀後半ぐらいですね、天気予報というものが始められます。で、さらに20世紀半ば、1950年代ぐらいになると、もうこれコンピューターを使ってシミュレーションしていくということが行われるわけです。それ以前は割と勘で、専門家の直感でですね、次の天気を予報していくということが行われるわけですけれども、20世紀後半以降は、シミュレーションを行って次の状態、次の災害というものを予測して、現実社会の中に投げ戻してやるということが、慣例化しています。で、私たちの社会はそれを普通のものとして受け入れているわけです。で、同じようなことが、地震や津波についても行われています。で、ただ、地震や津波については、これ、間隔が非常に短いので、私たちは、それほど慣れていませんけれども、つまり、予報が出てから実際に被害が到達するまでですね、間隔が短いので、私たちの社会の中でそんなに定着しているとは言えませんが、緊急地震速報というものがあります。で、これは地震計で観測した第1波を元にして、そこから計算して、被害の状態ですね、どれくらいの地域にどれくらいの震度で到達するというものを予測して、で、通信の方が早いので、電波とかの方が早いので、それで地震波が到達するよりも前に私たちは知ることができるというのが緊急地震速報です。で、津波の予報システムも同じようなものがあって、現在波高計で観測してシミュレーションを行っています。で、3.11 の時にはまだ、震源のマグニチュードから、そこから計算して、どれくらいの大きさの津波が来るのかということが計算されています。で、このようなですね、モニタリングのシステムというのは地球科学ではものすごく発達していて、地球上のあらゆるところが計測されていると。例えば地震の場合には、日本列島の場合には地表のほとんど全ての、あらゆるところで、計測されていると。で、これ 3.11 以降はですね、三陸沖にもかなり地震計が設置されていますけれども、とにかくですね、こういったモニタリングのシステムというものは地球全体を覆うような非常に大きなシステムになっていて、常にちょっと先を予想して、で、それをもう一度現実社会の中に投げ込んでいくような、そういったシステムが発達しているわけです。で、3.11 の時にもそういったシステムは作動していて、こういった地震津波についても運用されましたし、スピーディーのような放射性物質の拡散についても実際の社会の中には返されなかったんですけれども、こういったシミュレーションを使って、これからどういったことを起こるのかということを専門家の間で共有するということは行われていました。で、これは現在感染症について行われていることと、科学技術の役割としては全く一緒です。モデリングをまずモニタリングをして、現在の、感染者の状況とかですね、現在の、地球の状況というものを把握した上で、シミュレーションして、次の結果というものを予想していくと。同じことが行われていると思います。で、さて、もう一つの側面について見ていきましょう。3.11 の時に作動したもう一つの科学技術として、これは現在の、コロナウイルスの流行については、それほど、利用されていないと思うんですけれども、過去の災害を蓄積して、そこから元にですね、将来起こってくる災害を予測していくという、そういったシステムです。で、それが運用されたのが、避難区域の設定というですね、そういった社会的な技術において、これまでの被害と、これまでの災害というものが活用されています。
で、先ほど3.11 を振り返った時に言ったようにですね、原発の周囲20キロというものがですね、避難区域に設定されて、この地域に住む21万人の人たちが避難したわけです。で、これは原発が事故を起こした時には、この地域の人たちが避難するということになっているので、それに基づいて対応していったわけです。で、その後、モニタリングがもっと充実するようになって、この地域がどれくらい汚染されているのかということが分かってくると、特に汚染されている地域を中心に、もう一度避難する地域をですね、再設定していくということが行われていきます。特に風向きが、南東から北西と、その時ですね、流れていたので、原発の北西側が非常に大きな汚染を受けるという状態があったんだということが事後的に分かってきます。で、そこで、事故が起こった1ヶ月後ですね、4月22日に、警戒区域と計画的避難区域というものを設定して、重点的に避難する地域というものを設定していきます。で、その後、除染というものが行われてですね、もう一度放射線の値が低くなった地域については帰還していくという、そういった作業が行われていくわけです。避難指示の解除を準備する区域というものが設定されていきます。で、現在どうなっているかということを見てみると、避難指示が解除された地域もありますけれども、帰宅困難地域というものがあって、この地域は5年以上経っても、放射線の値が基準値以下に下がらないということが予想されている地域です。で、この地域の広さは東京23区の半分ぐらいということですけれども、依然として、かなりの区域が、日常を奪われた事態ですね。帰れる地域でもですね、そんな十分に人が帰っているわけではありませんから、緊急事態が続いているような地域というものが、現在もまだあるということがわかります。で、ここで考えたいのはですね、どういうふうにこういった避難地域を設定しているんだということです。どのようにして、こういった避難地域とそうではない地域の境界を定めているんだと。で、そこでは基準値というものが根拠になっていて、年間20ミリシーベルトの放射線量がある地域です。20ミリシーベルト以上の放射線量がある地域は、避難地域に設定されていきます。で、この境界の値ですね、これについても大きな議論になりました。一般人がですね、受けても良いとされる被曝量は年間1ミリシーベルトというふうになっていて、この20ミリシーベルトという値は、一般人が受ける値よりかはかなり高い値です。ですから、こんな高くていいのかというような議論もあったわけですけれども、今日の私の話で問題にしたいのは、なぜそもそもこういった値が決められるんだろうかと、なぜわかるんだろうかということです。で、それは過去の原子力災害というものがデータとして蓄積されていて、それをもとに、これからここで引き起こるであろう災害というものが予測できるということにあるわけです。で、この地域はですね、つまり、かなり汚染されてですね、放射線が出ているわけですけれども、そこですぐに、健康障害が出てくるわけではありません。かなり長い時間が経ってから健康障害が出てくることが予想されるわけです。はい。放射線の人体の影響としては、2つあってですね、高線量被曝の場合には、すぐに影響が出てきて、非常に短い時間で死亡したり、重篤な状態になったりですね、そういったことがあります。それに対して低線量の被曝の場合には、遺伝子が傷つけられるわけですけれども、それが長い時間をかけて癌を引き起こしたり、つまりある程度の時間が経たないと、どれくらいの効果が出てくるのかということはわからないわけです。そういった意味では未来の災害ではあるわけですね。ただ、どれくらいの災害がこれから引き起こるのかということは、過去のデータを参照しなければいけません。
で、そういった知識がどのように蓄積されてきたのかというと、一番最初はですね、1920年代に、X 線が医療現場などで利用されるようになって、その被曝が問題になります。特に医療関係者であるとか、妊婦であるとか、そういった人たちに対する被曝というものが問題になって、基準値というものを作らなければいけないんじゃないかということが言われるようになります。で、1940年代以降になると、一定の線量を境界線として定めていこう。許容線量という概念が登場していくわけです。で、ただそれはあくまで労働者であるとか、原子力労働者であるとか、あるいはレントゲン技師であるとか、そういった一定の限られた人に対して適用されるはずの概念だったわけです。で、けれども現在ではそれ全ての人に適用されなければならないような状態に陥ってしまっていると。で、それはなぜかというと、不特定多数の人、全ての人が被爆をせざるを得ないような、環境というものが作られてきているからですね。特に20世紀後半以降、放射性物質というものが、オープンなですね、環境に出てくるような状態というものが、しばしば起こってきました。で、そういったことが起こった後には、人のモニタリングが行われます。で、その一番最初が、広島、長崎の原爆です。被爆者のですね、生き残った方々についてのモニタリングというものが、その後すぐに行われます。で、それ現在も続いてるんですね。原爆障害の影響評価というもので、ABCC という機関が作られて、そこでずっと人の遺伝子に対する影響の評価というものが行われてきています。で、それをもとに基準が作られていきます。で、さらに1945年から60年代にかけては、大気圏で核実験が大量に行われています。60年代半ばになると、これ、禁止条約ができるので、地下核実験へと移行するわけですけれども、それ以前は放射性効果物を地球上の全ての人が浴びなければいけないという、そういった状況がありました。その中で、一般の人たちが受ける被曝というものが問題になって、基準値というものが科学者のネゴシエーションの中から作られていくわけです。で、さらには1986年にはチェルノブイリの原発事故などもあって、そういったですね、新しい人工的な環境というものがどんどん作り上げられていって、その中でモニタリングしてデータが蓄積されると。で、それをもとに協会が作り上げられたということがあります。つまり、このようなですね、過去の災害の経験ということがあったことによって、初めて 3.11 が起こったときに、この時の知識が動員されてですね、引き込まれて、そこで運用されていくわけです。ですから、全く想定していなかったような事態ではあるんですけれども、もうシステムの中に、それに対する準備というものがあらかじめあって、それが、この新しい災害というものが引き起こされたときに、それに対する対処に組み込まれていてですね、なんとか対応していくと、なんとかうまくやっていくと、そういったことが行われるというのが科学技術社会であるというふうに思います。はい。以上の話をまとめるとですね、こういった話でした。まずですね、人間と自然との関係を考えるときに、自然災害というのは突然やってくると。想定外の事態としてやってくると。そういうふうに考えられているところがあるのではないかと思います。で、あるいは、人間が作った科学技術による災害の場合にもですね、突然思ってもいなかったような事故が起こるとか、想定していなかったようなことが原因で事故が起こると。そういったイメージがあるのではないかと思います。けれども、実際に一人一人を見ると考えていなかったかもしれませんけれども、科学技術システム全体を見ると、それはあらかじめ準備されているということがあります。で、それがモニタリングの科学技術です。こういったことがもし起こったときに、どういったことが起こっているのかということをモニタリングしていく、観察していくと。そういったことが行われます。自然については放射性物質がどれくらい拡散しているのかということを監視するという技術がありますし、人に対してはその影響はどれくらい引き起こされるのかということが、過去のモニタリングによって、現在かなりデータが蓄積されています。
2つの側面があると。1つは未来をシミュレーションしていくという、そういった意味での機能ですけれども、もう1つは、過去の結果というものを再導入して、そこで日常と非日常の境界線を作っていくと。このような、科学技術が、作動したことによって、想定外の事態に対応していったというのが、3.11 だったというふうに言えると思います。はい。こういった、災害ということを見たときに、実は科学技術が果たす役割というのは非常に大きくて、科学技術が災害を予想したり、あるいは過去の災害をもとに、将来起こることを予想すると。そういったことが、現在の災害というものを作り上げているということがわかると思います。はい。最後に私がこの 3.11 の時に受けた衝撃についてもうちょっとまとめてお話しすると、私が3.11 以前に考えていたのは、科学技術というのは基本的に自然を破壊したり、自然をもとに何か利用して、そこからエネルギーを作ったり、なんか自然に介入して、なんか人間に有用なものを作っていくのが、科学技術であるというふうに、そういうふうに考えていたわけです。で、これは一種の道具の延長線上として、科学技術を考える、理解の仕方だと思います。で、もし何か事故が起こった時には、その道具の使い方がまずかったんじゃないかとか、道具として間違っていたんじゃないかとか、そういうふうな、問題意識につながるわけです。けれども 3.11 以降、科学技術システム全体を考えてみると、実は科学技術というのはもっと巨大なものです。原発、それ自体よりもはるかに巨大で、地球全体を覆い尽くしています。地球全体をモニタリングしていると。あるいは大きな事故が起こったときに、どういった影響が起こるのかということを、空間全体を把握するようなですね、巨大な科学技術システムというものがあると。で、それは一種の環境であるし、人間と自然との関係というものを作り上げているわけです。で、そういうふうに科学技術を考えるようになると、かなり見方が変わってくるわけですね。道具の延長線上としての科学というよりも、一種の世界としての科学技術という、そういった見方に変わっていきました。で、このオンライン講義ではですね、様々な災害について、そういった見方をしていきたいというふうに思っています。科学技術が作り上げる世界というものが、どういうふうに、災害というものを作り上げているのかと。そういった視点から考えていきたいと思っています。はい。じゃあ以上で今日のお話を終わります。はい。じゃあ質問、コメントへの対応をしていきたいと思います。はい。ありがとうございます。はい。うん。はい。ですね、想定外の意味についての質問が多いので、ちょっとどういうふうに答えていけばいいのか、ちょっと私が考えていることをうまく表現できればいいと思いますけれども、一つはですね、科学技術に想定外はあるんじゃないですかと。現時点でできる想定っていうのは、精一杯のもので、その外部というのは必ずあるんじゃないですかという、そういった質問ですね。で、もちろん、科学者自身が考えてもいなかったことと、そういったことは起こると思いますけれども、全く次元が異なる事態というものはなかなか起こらないと。どういうふうに言ったらいいでしょうね。もちろん過去のデータからは出てこないような、大幅な
巨大な災害というものは起こる可能性はあるわけですけれども、それでもそれ以前に作られた一定のシステムの下である程度の対応をしていくというのが科学技術システムなわけです。そういった意味で、完全な想定外というのはなくて、あらかじめシステムの中に、想定されているもので、なんとか対処をしていくと。そういった意味では想定されていると。だから想定っていう言葉がちょっとまずいんですけれども、想定っていうとなんか誰かが考えているようなイメージなので、今日使っている想定というのは、システムの中に準備ができていて、それで何らかの対応をしていくと。で、それで被害を最小限に留めるというようなですね、そういった対応が取られるという意味で、かつての災害のように、つまり近代科学が現代の科学技術が発達するよりも以前の災害のように、突然巨大な津波が来て、たくさんの人が死ぬとかですね、突然未知の感染症が来てですね、たくさんの人が死ぬとかですね、もし当時原発というものがあったとしたら、ないわけですけれども、もしあったとしたら放射性物質がバーッと拡散して何が起こるかわからないままにたくさんの人が死ぬというような、そういったことはないだ、そういった状態ではないと。そういった意味で想定されているという言葉を使っています。はい、そうですね。科学技術として想定外というのは、もはや宇宙人来襲でしょうかという質問ですけれども、そういうことですね。今回コロナをちょっと宇宙人の来襲に近いという、そういった SF 作家のコメントがちょっとありましたけれども、そういうふうに考えるのは面白いかもしれませんけれども、いや、全く想定内だと思います。コロナというのは。感染症、新興感染症のこの10年、20年ではよく言われていたことが現在起こっているんだと思います。はい。もう一つですね。科学技術が災害を規定すると理解すればいいのでしょうかと。それとも現在では科学技術を用いて災害に対応しているため、災害と科学技術が相互作用を起こしているのが現代の災害ということですかと。そうですね。これもちょっと重要な質問だと思いますね。現代の災害を規定している、そうですね。科学技術によって災害が顕在化すると。そういった側面は大きいと思います。科学技術が発達しているからこそ、これから起こる災害が分かってしまうということですね。で、全く未知のことが起こることは時折あるかもしれないと。例えば初期の公害とかそうですよね。気がついた時にはもうたくさんの人が死んでいて、たくさんの人が、被害を受けているような状態というのが初期の公害ですけれども、現在の災害というのはそういった事実が蓄積されている、そういった経験が蓄積されているので、大半の災害については事前の備えができていると、ある程度できているというのが、現在の科学技術社会であるというふうに思います。はい。これも面白い質問ですけど、科学技術が自然環境と一体化しているというふうに理解してもいいですかという質問ですね。そうですね。そうですね。そういったイメージはあると思いますね。科学技術の外部にある自然環境というのは今あるんだろうかということです。で、もちろん未知のことはあるだろうとは思いますけれども、例えば19世紀以前のように、探検ということはもう現在ほとんどありえないわけですよね。未知の自然世界に出て行って、そこで新しいものを発見していって、すごい冒険をしているような、そういったイメージはなくて、むしろデータ取りを一生懸命やっていて、それも大半が自動化されてしまっているというような、そういった状態というものが私の中のイメージで、地球全体が科学技術で覆い尽くされていて、その外部世界というのはもうほとんどないような、そういったイメージですね。地球だけではないかもしれない。宇宙ももうほとんど科学技術でしか到達できないところなので、宇宙というところは。ですから、宇宙も含めて環境全体が科学技術で作り上げ
作り上げられている世界であるということは言えるかもしれません。他は、そうですね。コロナの話、過去が、現在投げ込まれる話をしましたけれども、コロナではそれほどないんじゃないかという話を私がしましたけれども、過去のスペイン風邪の話とかはたくさん比較されていますねというようなコメントがありました。そうですね。スペイン風邪をはじめとする過去の感染症の歴史研究というのはこの20年ぐらいですごく盛んになってきていて、前回ちょっと話したと思いますね。アメリカで、その100年前に休校にした町としなかった町と比較して、結果が全然違うということが分かったりして、それが現在の、公衆衛生に生かされているということがあります。はい。同じようなことは、地球科学の災害の場合にはもっとたくさんあるわけですね。地震とか津波、そういったものについては過去の事例を遡って、調べていくということはすごく重要で、これ歴史地震学とか、そういった領域がありますけれども、そういった、過去の災害の知識をもう一度新しいデータの中に組み直していくということが現在行われています。はいはいはい。はい。これはコメントですけど、想定と災害の関係についてもう少し説明していただけますかと。科学技術がモニタリングに使われているとすると、それが元に想定していた範囲を超えたときに災害が生じると考えた方が、素直な気がしますと。歴史的に見れば経験的に備えていたものを超えたときに災害となっていたものが、科学知識に置き換えられたというふうに言えるのではないかと。その際に、正確性を増したということが言えると思いますけれども、同時に専門家に頼らなければいけないという代償を払った気もしますと。はい、これは面白い見方ですね。はい、これ災害の定義に関わってくるので、最初の想定とか、シミュレーションの結果を超えたときに、それを災害と言えるというのがこの人のコメントなわけですけれども、はい、ちょっとこれは考えます。ただ超えたときというのは常に想定されていますね。シミュレーションを超えるときというのは常に想定されていて、それをフィードバックするシステムというものもあるわけです。例えば、今回、津波は予想よりもはるかに超えたわけですけれども、これは、マグニチュードだけを最初の入力にして出力しているので、最初は10メートルぐらいの津波だと。そういった予報しか出せなかったわけです。で、それはすぐにフィードバックされて、そのシステムを改良していくわけですね。予測のシステムを改良していくと。で、今は、実際の波高計とかのデータを元にしてシミュレーションしていくと。そういった、常に調整していくようなシステムというものは、現在整備されているわけです。はい。コロナと
東日本大震災の違いについてのコメントもいくつかあって、我々がどういうふうに受け入れるのかという点での違いがあるんじゃないかというようなコメントがあってですね、どれだっけ。科学、ちょっとコメントを読みますね。科学では様々なことが想定されているのに、自然災害は仕方がない。原発は関係者が悪い。コロナの場合には、人への教団がある部分もあるけど、仕方がないという、それが半々だという気がしますと。で、こういったディザスターに対して人々はどう対応すべきだというふうに思いますかと。どう対応すべきかというべき論はちょっとわからないんですけれども、実際にそうですね、ちょっと今日の話は、ちょっと宇宙から2つの災害を見たというような、そういった側面があってですね、それ責任者を問うというようなですね、そういった視点ではお話ししませんでした。でもけれども現実社会で災害が起こった時には、責任が誰か考えていくということは大事なことなので、特に人工物の場合はそれが重要になってきます。で、感染症の場合には多分重要じゃないんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺多分児玉先生のテーマになってくると思いますけれども、人工物の場合には必ずこれ責任を決めなければいけません。ですから、それを追求するような、3.11 の場合には、実は最初のきっかけは自然災害なので、初発の時点ではこれ責任がどこにあるのかということはなかなかわからなかったわけです。けれどもこれは時間をかけて決めていくことで、これ事後的にでもですね、その時に起こったことというのを、一つ一つ評価していって、これ対応できることじゃなかった、対応できることだったんじゃないかということが分かれば、そこで責任を、明らかにしていくと。そういった形で決めていきます。で、これは多分事後的にしか分からないことなんじゃないかというふうに私は思いますね。その時点ではなかなか、誰が悪かったということは決めにくいんじゃないかというふうに思います。同じような質問があったんですよね、確か。ですね。コロナと東日本大震災について社会に及ぼす影響の共通性と違いについてはどういうふうに考えるべきでしょうかという質問があって、どういうふうに考えるべきでしょうね。特に東日本大震災では、原発のことを考えていきたいんですけれども、やはり日常性を奪ってしまったと。これは一定の地域に住む人たちの日常を奪ってしまったということと、現在のコロナで言えば、一定の期間、人々の日常性を奪うということはかなり共通していると思います。けれども、長期にわたって及ぼす影響というのは全然違っていて、今回は緊急事態というのは時間で区切っているので、一定の時間だけ我慢すればよいというのが現在の状況です。けど将来的に見ると、この業種の人はずっとやめてくださいというようなですね、生活を奪うような事態というものもこれからあり得るかもしれませんけれども、東日本大震災の場合には、特に原発事故の場合には、一定の地域の人々から日常が奪われたというのは非常に大きな違いで、それは深刻なことだというふうに思います。もう一つこれはちょっとコメントしたい重要な質問としてはですね、これか。日本と諸外国で科学技術に対する考え方で差がありますかという質問ですね。差がある部分はあると思うんですけれども、今回お話した科学技術が災害を防ぐというシステムでは共通していると思います。共通している部分についてお話したつもりです。で、この質問した人はですね、発展途上国は除くというふうに言われているんですけれども、発展途上国の場合にはまたかなり違う可能性があります。これについては、マレーシアのお話とかで出てくるんじゃないかと思いますけれども、災害に対する考え方というものもだいぶ違う可能性がありますし、それに対してどういうふうに準備すればいいのかという考え方も違うんじゃないかと思います。
ただ、私の話はずっとですね、科学技術が高度に発達した社会のことをお話していて、科学技術社会という言葉を使っていますけれども、そういった世界で、どういうふうに科学技術が私たちの環境を作り上げて、自然と人間の関係を作り上げているのか、そういったお話をしています。はい。ちょっともう一つ答えましょうか。科学技術も一種の環境であるというふうにおっしゃっていましたけれども、その環境と自然環境は対立せず併存しているのですかという質問ですね。これ対立してるんじゃないかというふうに皆さん考えるんじゃないかと思います。科学技術というのは自然破壊してきてるし、放射能みたいなもの出してるわけだから、科学技術が作る環境と自然環境って全然、破壊するものとされるものの関係なんじゃないかと。そういったイメージはあるんじゃないかと思います。で、私も実際 3.11 以前はそういうふうに考えていました。ただ、現在の科学技術は、自然環境への破壊をですね、コントロールするような科学技術も含まれるわけですね。つまり汚染物質をどれくらい制限していくかと。ある程度出すかもしれないけれども、それを制限していくようなシステム。で、昔はもうそれじゃんじゃん出してたわけですね、公害の時代には。で、それをコントロールしていくようなシステムですね。それはモニタリングをして、どれくらい出ているかということを、監視していくと。あるいは、基準値というものを過去の災害から設定して、それ以上は出さないようにコントロールしていくと。そういったシステムが整備されていて、もう自然科学と科学技術が作る環境というのはもう完全に一体化していると思います。なぜ一体化しているかというと、科学技術が作る環境というのはこれ地球全体に広がっているからです。地球全体で放射能が検出されない場所というのはないわけですね。人工放射能ですね。チェルノブイリの時の、出たものというものは、全ての場所で検出されるわけです。ですから、人工環境イコール自然環境なのであって、そのほとんどの地域にモニタリングの目というものが、行き渡っているんだというのが、現在の私のイメージです。はい、これくらいでしょうか。よろしいでしょうか、これくらい。はい、はい、そろそろ時間が来ているので、はい、じゃあここで今日の授業は終わりにしたいと思います。ちょっと今日は概念的なお話をしました。これまで2回ですね、コロナ禍と 3.11 という2つの事例をもとに、科学技術のあり方、それから人間と自然との関係について考えてきました。で、次回以降はですね、もうちょっと歴史を遡って考えていきたいと思っていて、次回は害虫のお話をしていきます。で、次回は交通事故の話をしたいと思っていますけれども、そういった2つの歴史的なテーマで、もうちょっと楽しいお話をしていきたいと思います。はい、それでは以上で今日の授業を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。